皆さんこんにちは。この動画ではインクスケープというアプリを使ってハートのパズルを描いていきたいと思います。僕はこれで木を使ったパズルを作りたいなと思っています。最後まで動画を見てください。よろしくお願いします。鉄クラフト始まるよ。はい、なら始めていきましょう。これがインクスケープの画面になりますね。ちなみにパソコンは Windows 使ってます。ここの表示からページグリッドを押して、こういうグリッドが出てきます。そこから大きくしてグリッド見やすいとこまでやりますね。そこからはペンツールを選択します。ペンツールを使って書いていきます。1個クリックして右に6個、右に6個、下に1個いったところにクリックして、右に2つ、上に1ついったところをクリックで、上に123で、左に1個したところをクリックして、次は右上ですね。1個1個右上で、隣に3つ、はい、次は右下に1つ、また3個下がって左に1つ、そしたら右に2つ、下に1つで、右に6個いきますね。1、2、3、4、5、6で、上に1つで、これでダブルクリックをすると黒い線になります。で、これをコピーしてちゃんと左右対称か試すためにこれを重ねます。重ねてこのボタンで左右入れ替わっても形が変わらないかを確認していきます。これ大体同じです。大体ぴったり同じですね。はい。ここからはパズルを作っていくので少し早送りでやります。向きを変えて、これも横向きにして角っこと角っこをくっつける。これも向きを変えてくっつける。で、これも。で、これで一つ目のパズルが完成。これをコピー、全部選んでグループ化します。グループ化をして、それをコピー&ペーストして大量に作って並べていく。そういう作業になります。コピー&ペースト。はい、繰り返していっぱい作って。これを向きを変えて重ねる。はい、ぴったり。はい、これも重ねる。こういう作業を繰り返していってパズルの原型をまず作ります。比較的に一つ作っちゃうと簡単な作業になりますね。真ん中の方とかは、重ねてもあんまり変わらないので一つ抜かしたとこありますけど、特には変わりありません。はい、ぴったりで上にでハートになるので右下と左下は作らなかったですね、今回は。後でまたくり抜くので、これでパズルの形は完成します。ここからハートをね作っていくので、まずレイヤーをこれ一つでレイヤー作りたいと思います。レイヤー選択して、はい、次はレイヤー、新規レイヤーを使って、次はハートの部分を作るので名前ハートにしておきましょう。で、次は四角をやるツールですね。はい、ここの四角のボタンを押して四角作ります。さっきね丸作ったんでちょっと丸くなってますけど、この点を上に行ったり下に行ったりで丸くなるので、最初四角なのでこれを下げて最大限まで下げて丸くしてあげてください。で、これを2つコピペして2つにします。で、ここからコントロールを押して回すと15度ずつ回っていくので、ダブルクリックしたら
回すやつになるので、これをコントロールをして1個2個3個なんで45度ですね。15、30、45って回っていくので、左右ともにこっちも動かしていきますね。45度。30、45。はい。45度で、この2つの図形をね、形ちょっと変えて、場所を変えまして、これを1つの図形にしていきますね。そこの部分にハートができてます。ここを使いたいんですけど、まだ同じ図形じゃないので、ここから全部2つとも選択して、パスのとこから結合とすると1つの図形になりますね。こんな形の1つの図形になります。で、この点々のとこですね、ノドツールかなをやって、このいらない点を消してきます。ここを押して、これをデリートしていくと、いらないとこはね、点々のとこがなくなってくるので、これを消して、これも消して、ここも消して、ここも消すと、見事なハートの形になります。次は、ハートを自分が作りたい大きさに大きくして、パズルのところと重ねていきます。大きくして、パズルの真ん中の線とハートの真ん中が同じ線になるようにしていきます。ちょっとずれてるんで少し、重ねて、でも少しね、ハートとパズルの大きさがだいぶ違ってきてるので、自分が作りたいぐらいの大きさにしてあげますね。ここでちょっと微調節。なかなか大きさ決まらないですね。最終的にはもっとパズルのところを大きくするんですけど、はい、ハートとパズルの大体の大きさ決まったら、余分なとこですね、外のパズルの余分なところをカットしていきます。ダブルクリックで1つ選択できるので、これを削除で、ここ削除。なんかうまくクリックできないとこがあって、これ、どういうこと？全然できない。やりにくいときありますけどね。ここら辺も削除して、いらないの削除。で、周り、この上もですね。で、だいたい削除し終えました。あとはこの足りない部分とかをね、伸ばしていくんですけど、下に重なって2個になってたりするので、1つ例えばこうやってずらして、1つ合わせていくですね。ここもずらしたんですけど、1つ下からまだ残ってるみたいなんで、後で調整をしていきます。これちょっとちょびひげみたいなのが出てるので、削除して、ここら辺も削除。で、ちゃんと伸ばしていきます。少しね、隙間あっても大丈夫です。出ると周りに残っちゃうんですけど、隙間がある分には後でカットしようと思ってます。で、この上の部分のやつが一つ足らなかったので、消えちゃった。コピペして上につないでいきます。で、ちょっと形の比率がちょっとでかいので、形だけ整えていきますね。はい。
ここもコピペして反転させてここにつけていきます。なかなかつかなかったんで周りの交点を少しずらしてやりました。ちょっと大きくしたり小さくしたりで、交点を合わせたら外から見たら綺麗なパズルにできましたね。ハートとその中のパズル2つの構想なんですけど、これ残ってたさっきの変なのを合わせていきますね。こっち側も両方合わせ、これでいいかな。周り出てない。これでパズルは完成です。はい、次はレーザー加工機に入れていくんですけど、データにこうやって色をつけると赤と黄緑だと2つのパーツとして認識をしてくれます。で、次やっぱり1つにしたいので黄緑一色にしちゃったので、ここからレーザー加工機の方見てってください。インクスケープでパズルの図形を作るところまで行いました。次はレーザー加工機を使って木にその模様を移していきたいと思います。このレーザー加工機の詳しい使い方は別の動画で紹介してますので、気になる方はそちらを確認してください。まず木のね、写真取り込みます。これ木ね、こうやって写真で取り込むのでとても簡単にずれなくできます。で、さっきからさっき作ったデータ使います。これですね、今回ずれたら嫌だなと思って、さっき赤だったんですけど両方とも黄緑にしてみました。で、そうするとこのやつが一つになるので、このとこでちょっと動かしたかったらハートとパズルの色をね、別にすると2つで読み込んでくれます。こんぐらいの大きさかな。はい。ならこんぐらいの大きさでやりましょうか。ちなみにこの木は今回20センチ ×20 センチぐらいでやってます。このレーザー加工機の彫刻範囲は20センチから30センチ、20センチ ×30 センチぐらいなので、上ギリギリまで木が見えてます。で、そんなライン打つぐらいなんで、そんなパワー強くなってるのかな。で、6000ぐらいで、どっちみち1分で終わるので、これでいきたいと思います。はい。ならこれでスタートしていきたいと思います。スタート。おしとな。はい、実際取り出してみましょう。こんな感じでね、しっかりと跡がついてます。これね、これを今から切っていきたいと思います。鉄クラフトはおもちゃを作ったりおもちゃで遊んだりしてるよ。
みんな、ボタンを押してチャンネル登録してね。